皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。今日はツインレイの話ですが、ツインレイに限らず、真実の愛の見極めにもつながる内容です。テーマは忘れられない人と愛し続ける人の違いについて。動画の最後には、私が15年間忘れられなかった人と、ツインレイの相手との違いについての話もありますので、最後までご視聴いただけると嬉しく思います。それでは、シリウス中継、スタート。ツインレイの相手について、このような言葉を耳にすることがあります。私のツインレイは A さんかもしれないし、B さんかもしれない。もしくは両方がツインで、トリプルレイかもしれない。このような言葉を聞くと、私は例外なく、それはどちらも違うと思ってしまいます。なぜかというと、ツインレイの相手は唯一無二の存在であり、絶対的であるからです。迷う余地がなく、比較する相手も存在しない、圧倒的に飛び抜けた存在です。トリプル説については、ツインレイの原点になく、私自身も体験がないため、理解することはできませんが、通常の恋愛にも言えることですが、どちらも好きという時点で、どちらも本気ではないのだと思ってしまいます。そしてまた、このような言葉を耳にすることもあります。ずっと心のどこかで忘れられないままに残っている人がツインレイかもしれない。それはツインレイであるかもしれないし、ツインレイではないかもしれません。見極めのポイントは、ツインレイだと思う人と離れている間に、その人への愛が継続してあり続けているかどうか。その理由は、ツインレイに出会うと、自分のハートの絶対領域にある真実の愛が動き出します。そして真実の愛が一度動き出すと、それを止めることができないため、他の誰かを愛そうとしても、愛することができなくなるからです。たとえサイレント中に相手を忘れたくて、他の誰かと付き合ったとしても、絶対領域の愛がツインレイの相手を愛していると認識しているため、自分の真実と現実の狭間で罪悪感を感じたり、葛藤を続けてしまいます。忘れられない人のもう一つのパターンがあります。A さんと付き合っても違っていた。B さんともダメだった。結局あの人を超える人は現れないから、ツインレイであるかもしれない。このような消去法で残る人は、その人以上の人に出会えていないからそう思うだけで、ツインレイではないかもしれません。ツインレイの相手は忘れられない人でなく、愛することを止められない人です。もし仮に他の誰かを愛することがあるなら、忘れるために無理やり愛そうとするときや、愛していると思い込もうとするときです。ただし注意してほしいのは、ツインレイの相手は現実的に愛の関わりのある相手で、リアルで愛を確認していない場合、相手がどんなに絶対的に思えても、その人をツインレイだと思い込むことは危険です。現実的にまだ何も始まっていない段階で、その人と離れている時間はサイレントではありません。サイレントとは、愛でつながっていた二人が離れることによって分離が起こって待つ人と逃げる人ができます。一度もつながっていないところにランナーもチェイサーも、そして
相手が戻ってくるという概念も存在しません。まとめると、ツインレイの相手は忘れられない人でなく、愛することを止められない、愛し続ける人です。絶対領域には絶対的な愛があり、そこは誰も踏み入れることのできない、誰にも侵されることのない聖域で、それを自分は認識しています。この感覚が理解できる場合、その愛は真実であり、ツインレイの相手である可能性が高いと言えます。以上です。冒頭でもお話ししたように、私にはかつて15年間忘れられない人がいました。2年ほど真剣な付き合いをして別れましたが、別れる時にその人はこう言いました。自分の半身を殺してこれから生きていくと。それは罪深い言葉でした。その後、その人を忘れることができなくてさまよっている時に、その人が住んでいる町の人と出会い、結婚しました。同じ町の空気を吸っているだけで生きていけると思ったのです。もし当時、私がツインレイの情報を知っていたら、その人をツインレイだと思っていたかもしれませんが、同じ町に住んでいても、すれ違うことすらありませんでした。そして離婚をして、その町から離れて数年が過ぎた頃に、現在の相手と出会いました。運命が渦巻く激しい出会いから、静寂のサイレントを得て、再会してからもいろんなドラマがありました。かつての15年は今の1年にも満たないと思えるほどの密度の濃厚な日々の中で、愛が何であるのかを学ぶほどに、私は単に15年間忘れられないだけであったことに気づきました。なぜならその人は消去法で残っていただけで、15年間愛し続けたわけではなかったからです。今の相手はどんなに離れている時間があっても、何年過ぎようとも、片時も止まらない愛が動いています。サイレントに入った瞬間は、命をかけて愛することができるかどうかを試されるように、彼を守るために関わらなければならない人もいましたが、サイレント中も明けてからも、他の誰かと関わりを持つことは一切ありませんでした。それは私の中の絶対領域を汚したくなかったからです。そしてこれからも万が一、また離れる運命が訪れたとしても、私よりも先に彼がこの世を離れたとしても、私は一人で生きて彼を愛し続けていくと思います。それを執着だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は今、執着も期待も手放した先にいます。彼がどうであっても、ただ愛していく。それがツインレイであり、魂の愛であると私は思います。それではシリウス中継を終わります。